理科の繰り返しは5回ではありません。はいどうもこんにちは、チャラです。今回ですね、日暮らしの泣く子に卒、猫騙し編を振り返りつつ、かぐらし編の考察をしていきたいと思います。右に書いてある項目の順に進んでいきますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、では一つ目、理科のやり直しは5回ではないということで、こちら、やり直しが5回ではないということでどういうことかというと、猫騙し編の冒頭で鬼狩りの竜王のかけらをね、発見したリカちゃまが、あと5回だけ頑張ってみようって言って、繰り返しを始めるということで、この5回がですね、キーワードになってくるんですけど、この5回だけ頑張ろうっていうこのセリフがね、視聴者に先入観を与えているということで、自分も初めはちょっと騙されていたんですけど、赤坂、最初のね、繰り返しで赤坂が暴走して、ミオのお母さんが暴走して、君吉のおじいちゃん暴走、圭一暴走、で、最後、里子の綿流しという流れで5回になったんですけど、この5回で、リカが、自分がね、ひな水沢から出たいということを考えていたことが悪かったっつって、反省して、川で遊ぶシーンに突入していくんですけど、問題はここからなんですね。一番最後のシーン、この猫騙しの最後のシーンで、教室で、里子のね、嘘を暴くというか、疑わしい里子をね、ちょっと釣ったんです。で、その釣った方法がですね、部活の、まずポーカーで対象して、みんなに罰ゲームを与えるというやり方をやっているんですね。で、この方法なんですけど、知ってる通り、いくらね、リカちゃまがポーカーフェイスだからといって、ポーカーってそう簡単にね、100発100中で勝てるようなゲームじゃないんで、運が絶対絡んできますのでね。こんな一人で対象するってのがね、まぐれでできるとは到底思えないんで、まぐれっていうかね、運にかけてやるような場面じゃないですよね。絶対自分が勝たなきゃいけない場面なんで、おそらくここは、リカちゃまは、指パッチンでやり直しをしていると思うんですね。指パッチンは比喩表現なんですけど、おそらく、このタイミング、この1日の中で、何回も繰り返し、行って、部活を行って、勝っているということを行っていると思います。こちらは5回だけ頑張ろうっていうそのリカちゃまの、発言からですね、もうそれ以降は、繰り返しをしていないように見せかけて、実はやっていますよっていうことなんだと思います。で、ここで、ちょっと考えたいのが、この繰り返しの中で、まず他の部活メンバーですね、の記憶が蘇っているのかどうかっていうところが、すごく気になる点ですよね。ここがかくらし編でどういう風に描かれるのかがすごく気になるんですけど、おそらく全員記憶が蘇っているんじゃないかなと自分は考えています。みんなが協力して、やってくれているんじゃないかなと。お話の展開的に理科だけ記憶がというかね、やり直してて、他のメンバーが何にも知らない状態で、この里子がね、銃を向けるシーンになるんですけど、この状態って、すごく危ない状況だと思うんですよね、リカにとって。この銃を向けられること自体、リカが予想していたのかどうかは知らないですけど、こういう、危ない状況というかね、相手を釣ろうとしている状況、一人を釣ろうとしている状況で、他のメンバーの協力を仰ぐというのは、常套手段というかね、みんなで協力して、怪しまれずにやるっていうのが作戦の中で大事だと思いますので、他のメンバー余計なことしたらね、自分の作戦が狂っちゃいますから。ここは全員、記憶が磨いていて、里子がどういう風に出てくる、どういう手で、向かってくるのか、みんなちょっと伺っている状況なのかなと自分は考えています。で、他に気になった点、いくつかあるんですけど、この辺は、ちょっと、かぐらじ編で回収されるかどうかはわかんないんですけど、まずね、里子の綿流しですね。この綿流しのシーンは、全体的に赤色の、描写がされているというか、夕暮れというかね、赤い状態で描写されているので、これは鉄平対
圭一のシーンと全く同じですよね。赤く描かれているってことで、これはなんか里子の妄想というか、やりたかったことが、こう描かれているんじゃないのかな。まあ、実際、その、理科に対して何か、危害を加えているってことはやっているんでしょうけど、まあ、ここまで、その、綿流しほど、ひどいことはやってないんじゃないかなと自分は考えています。まあ、この辺もちょっとかぐらし編で描写されると嬉しいかなと思いますね。で、残りはですね、ウジ虫要素ですね。赤坂と圭一が、まあ、ウジ虫の話をしていたと思うんですけど、このウジ虫はね、伏線なのかどうかがちょっと難しいところで、残り話数的にね、あと3話か4話でしたっけ残り話数が少ない状況で、このウジ虫の要素を回収できるのかっていうと、ちょっとね、難しいんじゃないかなと。次があるんだったら、もちろんこのウジ虫要素は伏線として大いにあり得るんですけど、ちょっと残り話数的にね、まあこれは、回収されないんじゃないかなと自分は考えています。で、もう一つは、川で遊んでいる時に、まあシオンがいることがちょっと不自然かなと自分はちょっと思ったんですけど、まあなんか部活で遊んでいると思うんですけど、あんまりなんか、その部活にシオンが参加する率って結構低いんでね、まあちょっとだけ違和感を感じたっていうところですね。まあ別に、可愛くっていうのを、シオンに知られてね、シオンが私も行きたいって言って、ついていた可能性は大いにあるんですけど、まあこの流れ的にね、5回繰り返しを行った後に、リカが里子のことを暴こうとしている状況で、このシオンが一緒に描かれてきたっていうのもちょっとなんか意味があるのかなと自分は考えています。アニメが好きな方、チャンネル登録して一緒にいろんなアニメを楽しみましょう。二つ目は、羽生はどこへ向かったのかということで、猫魂編冒頭でリカと羽生がお話をしてですね、鬼狩りの竜王の話をしたり、記憶のね、継承の力をリカに与えたりと、羽生は頑張ってくれて、で、かけら世界の中で、まあ、消えていくという描写があったんですけど、まあ、なんか、その消えていく描写の中で、まあ、どこかへ向かっていきながら消えていくような描写がされていますよね。でこれが、ただ単に消えるためだけの描写じゃなくて、本当にどこかに向かっていったんじゃないかなと考えまして、で、かけら世界の中で、まあ、探しに行くとしたらですね、もう里子とエウワしかいないんですね。で、エウワと羽生の関係性からいくと、エウワが、まあ、完全な神というかね、そういう存在で、羽生はまあその出来損ない残死というか、まあ、エウワの、完全じゃない姿が、まあ、羽生という形なのかな。そういう関係性に見えますので、おそらくまあエウワに向かってってもまあどうしようもないと。でそうなると、羽生が戦うべき相手は里子となりますので、魔女人格の里子を探しに行ったんじゃないかなと自分は考えています。まあ、ここでちょっと、残念なシーンというかね、オープニングでですね、羽生が戦いに敗れてボロボロになっているシーンがちらっと映っていましたので、まあ、おそらく羽生が勝つことはないのかなと思うんですけど、まあ、ここで少し羽生の頑張り物語が、見えるんじゃないかなと思います。で、エウアもね、羽生に対して、まあ、どうするんだと煽っていましたので、まあ、羽生が頑張るのは確定だと思うんですけど、この羽生がね、記憶の継承と、まあ、探しに行ったっていうこと以外に何か頑張れることがあるのかなって思ったら、まあ、あとは、部活メンバーですよね。まあ、部活メンバーというか、他の入江だったり、大石だったりとかもあり得るんですけど、羽生の力で、理科が望むタイミングかどうかはわからないですけど、記憶の、蘇りを、なんか、羽生の力でやるんじゃないかなと、ちょっと考えています。残り話数的にね、もう3、4話しかないので、話を一気にまとめようとしたときに、やっぱ記憶の蘇りって、必要だと思うんですよね。で、それが、誰が蘇るかっていうので、まあ、初めは、自分はね、圭一とレナ、どちらかがやるのかなと思っていたんですけど、まあ、よくよく考えてみたらですね、里子の強行を目撃しているのは、
圭一とレナだけじゃないと。ミオンももちろん目撃していますし、大石も目撃しているということで、まあ、目撃者はいっぱいいるんですよね。なんで、この辺の記憶をもう全員ね、蘇らしちゃって、みんながみんな知ってる状況にしちゃうんじゃないかなと。まあ、これは結構映画的にも楽しめる状況じゃないですか。なんで、見逃してくれるんじゃないかなと思います。映画的にも楽しめるし、まあ、理科的にもそういう状況にすればね、かなり有利な状況でことが進みますので、映画の本当の目的はちょっとわからないですけど、本当に楽しむことだけが目的だったら、こういうね、面白い展開も、ありなんじゃないかなと自分は少し考えています。はい、ということで、日暮卒猫だまし編の振り返りと、かぐらし編の予想でした。まあ、これからね、どうなるのか、残りは数少ないですけど、猫だまし編で、不明な点とかをね、回収しつつ、新しいお話なので、里子と理科の関係性がね、どうなっていくのか見守っていきたいと思います。まあ、こんな感じで、日暮卒含め、他のアニメの考察だったり感想動画をどんどん上げていこうと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、動画への高評価よろしくお願いします。また、動画への感想だったり、考察などありましたら、コメントにて、記入をどんどんよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。